まあ井上君じゃないですか。本気で潰し合って証明してやるみたいな感じですかね。まあなめんなっていう気持ちになりますね、まあでも俺勝つからいいよっていう、何も持ってない僕が帯明誠地から全てを持ってる朝倉海選手から全てを奪ってやろうと思ってます。4人の中でも僕だけなんで30代半ばぐらいは若手にはまだ負けねえぞっていうのを見せたいですね、試合で。ずっとやりたかったんでワクワクしてます。やりやすい感じはするんですよね。準決勝楽なできたなっていう率直な感想を。本当は嫌だと思ってますね。はい、本当は俺とやるの嫌じゃねえかなと思ってます。勘違いしてんだろうなっていう、なんか頭悪そうじゃないですか。すごく勘違いしてて根拠のない自信を持ってるのが意外に彼の強みだったりするのかもしれないですけど、レベルが違うんだぞっていうところをね、見せたいと思います。はいはいはい。でも顔見れば分かるっす。なんか向かい合った時の顔見たら分かるっす。切羽詰まってんだろうなっていう顔してたんで。はい、ありがとうございます。今回試合するにあたっていろいろ分析させてもらったんですけど、いろんな穴が見えて、この攻撃が当たるなっていうのが何個も用意できてるんで、早い段階で終わるのかなとは思ったんですけど、KO で終わります。グランプリ優勝候補大本命、強烈な見事朝倉海、今の右拳を切ってるかもしれないですね。拳の状況はもうしっかり、骨折も治って問題なしです。滝沢選手はその打撃に自信を持っていると思うんですけど、打撃においてちょっと差があるなっていうのは正直思ってるんで、スピードも違いますし、まず打撃の威力も違うし技術も違うし、あと組力とか寝技も全てで僕が頑張ってると思うので。自分が倒した時にってみんなの計算が来るんで、それの方が一番盛り上がるんじゃないかなと思ってますね。KO ですよ。はい、KO しか狙ってないですよ。マジでこのチャンスはものにしますよ。滝沢ストレートきた、いきなり左のフック入った一つ、決めるか。ここは打撃戦、ちょっと左、なんと俺がこのトーナメントの中尾だ。自分が戦いやすくて、かつ知名度があって、やりたいなとは思ってましたね。朝倉海選手ってステップインして打つことが基本的なんですけど、僕の場合はその移動しながら打つことができて、それでかつ倒せる打撃を持ってるっていうのと、打撃の武器の数がちょっと僕の方が多いかなと思ってますね。あとは単純に打たれ強さが違う。海選手ってスタンドでパンって当てられて倒れるシーンが結構あるんで、僕はスタンドで効かされて KO されたことがないんで、そこには自信ありますね。おそらく組んでいくんじゃないかなと思ってますね。タイ人の方とか韓国人の選手とかと戦った時って結構組みに行ったりしてるんで、混ぜろ混ぜろみたいなみくるくんとか言いそうじゃないですか。はい、組でも全然大丈夫ですし、どっちでもいいですよ。朝倉海の全てを奪いに行きたいと思うんで、覚悟しておいてください。
彼はその優勝することよりも多分僕に勝つことの方が多分でかいことだと思うんで、本当にこの勝負にかけてくると思うんですよね、きっと。なんで油断はできないですね。掴みにくい。朝倉海敗れた。3度目の正直です。今年は本当に嬉し泣きをして年を越したいですね。笑顔で、日本の格闘技も背負ってると思ってるんで、なんかそこがやっぱ他の選手とは違うと思うんで、確実に優勝するっていうのは、約束します。今年しっかり優勝して来年は海外に挑戦したいですよ。世界の強い選手と、戦っていきたいなっていう。このトーナメント始まってから僕は井上選手のことしか、見えていません。リングの上でやっと会えるのが楽しみです。必ず勝ちます。みんなすごいな、なんか荻久保選手ももちろん滝沢選手もすごいこと言ってたなって思いましたね。お腹が痛くてちょっと今日腹痛でなんかちょっとなんか早く終わらないかなみたいな感じでずっと思ってて。すごい楽しみですね。もう向こうが打撃で来るなら打撃で打っても全然いいかなと思いますし。でもやっぱ一つしかないじゃないですか。得意の塩漬けで組み変わってれば別に組みますし、対抗する必要ないじゃん。対抗する必要はないです。だから自分がやりたいかどうかですね。出していきます。効いている。銀太郎打ってこいった。銀太郎を下し、大晦日の切符をゲットしました。いや、お姉ちゃんにも言われてるんですよね。優勝しますって言えって言われました。そうか。このトーナメント優勝してします。優勝します。日本で戦ってても誰も相手いないみたいな感じにして海外にしか挑戦する場がないっていう風にはしたいなと思いますけど。めちゃめちゃ楽しみですね。やっぱりみんなに伝えたいのは、もうダメか、また掴み損ねたかって思われても、やっぱりここでもう俺はいいやって思うんじゃなくて、やっぱり諦めずにまた這い上がっていけば最後は笑えるんだっていうのを、見せたいですよね。僕がここで優勝すれば優勝するための全てストーリーだったんだっていうふうに見てもらえるんで。倒していった。パンチを放っていく。一気に詰めていった。シングルレッグで倒していった。第一関門を突破しました。フラットは言いません。足を取った。距離を詰めていくが、飛び膝から。さあ打ち合い。準決勝へ駒を進めました。井上選手は一番荻久保とやりたくないんじゃないかなと思います。井上選手、打撃がうまいですよね。で寝技を決める力も強いけども、でスイング力というかテイクダウン能力とテイクダウンを守る能力がどうかなっていうのがちょっと僕の中であるんで、テイクダウン能力に関しては荻久保一番飛び抜けてると思うんで、相性はすごくいいと思います。荻久保、今の荻久保の力であれば勝てますね。未だそこが見えません。地獄のエンジェル。幻想はいつか崩れるんで、それを
崩すのが楽しみで仕方ないです。まあやっぱり辛いこと多かったやつの方が絶対強いんで、まあ、そこを証明したいです。彼女のために優勝したいです。優勝してプロポーズしたいです。いやーショックでしたね。強いやつ多いなってまず思いましたね。なんか改めてすごい厳しい世界だなっていう、それと同時に別に戦えるなとは思いましたけど、ちょっとした U ターンじゃないですか。自分だったらこうしたなっていうのはあります。ガッと詰められるよりかじわじわってきてくれた方が自分のペースで取りやすい。いや全然勝てますね。まあ、井上君じゃないですか。甲斐君と多分その井上君が決勝になると思って、でまあ、井上君の方がトータル的にできるんで、多分甲斐君はちっちゃい選手得意なんですけど、身長が同じぐらいの選手になると多分苦手なんですよ。リーチが同じぐらいの選手だから、まあ井上君かなと思う。分かってないなっていう、見てろよと、なめんじゃねえぞっていう気持ちで、まあ、そういう言われてる時の方が僕強いんで、予想はいいから試合を見てくれよっていう感じですね。まあ、僕からすると全然問題なく勝てると思ってますし、でも大井久保選手を KO 勝ちして上がってくることがあればすごいなと思いますけどね。上がってきてほしいのは朝倉海選手ですかね。その方が盛り上がるじゃないですか。代表の中でテイクダウンは混ぜてくるのかなとも思いますけど、タックルからバックに回ったりとか、バックうまいですね。なんでそこを狙ってんじゃないですかね、多分。普通に打撃で来るんじゃないですか。パンチ主体で来るだろうと。まあそれしかないんじゃないですか。強いには強いですけど、まあ全然勝てるなっていう感じですかね。このトーナメントで負けてる場合じゃないなっていう、まあ、待ってるっていう気持ちですね。コベルト・サトシ・ソーザ選手と谷地選手、ライト級タイトルマッチとして行います。来ました。さあ充実種目が始まった。目指してきたコベルト・サトシ・ソーザ、レフリー止めた。なんだこれは、ブラジリアン柔術家。なんだこれ。また負けたな、かける。もう一回頑張って。君が夜はライト級王座決定戦は決めるか倒すか、究極の矛盾対決です。もう一つ。さあ倒しきるか。さあ12下から必殺三角締め。あ、またセットアップしましたよ。さあ入る三角締め。さあ決まったこれは逃げられない。東京ドームで入ってますか。さあキードラゴンスのコベルト・サトシ・ソーザ、ライジンライト級チャンピオン、必殺のトライアングルホールド三角締めです。さあキードラゴンスの日本約束できたよ。ライジンのバレットに戻ったと。お父さん見てて、で
私の生活変わってできたよ。本当にありがとう。いつももう子供の時からいつもなんか大晦日の試合で見てるから格闘家の夢ねの大晦日の試合したいですから。佐藤選手と僕はやりたいと思っています。柔術最強決定戦サトシレッツゴー。年末サトシ王者にできれば挑戦したいと思ってます。これからも私の名前が作りたいのは私のチャンピオンだけじゃなくて私の名前がもっと怖いみたい、ね、絶対に危険人これでも元になりたいです、はい。このカードを聞いて、自分としても正直ラッキーだと思ってます。最初は悔しかったんですけど、なんで泣いてるかも分からないけど。さあ始まりました。いきなり飛び込んできました。膝切り。やっぱり下からね這い上がって勝ってベルト巻く姿っていうのはすごくいいものだと思うので、八千祐介にちょっと夢を託して、楽しみにしててください。いい勝ち方してるから幻想ありますけど穴は確実にある、そこついていければ。サトシはさ、やること決まってるから青木と似てる。取れるかどうかですけど。ガード入ってる。入ってたりすぐ。またそこだ。相手を持ってきた。答えたらもう上げると。そう。絶対こうなるからそこに。こうやって入ってくるんですよ。これはどうしたらいいんですか。一覧のフィニッシュ多いじゃないですか。ってことは僕はまだ本物かどうか分かってなくて、タフゲームあれが15分やり続けるようなゲームをとか25分やり続けるゲームを超えてきてたら強いと思いますけど、まだ海のものか山のものかは分かんないとずっと僕は言ってますけどね。イライラさせるとか試合投げてくれると思うんですよね、俺は。まず佐藤壮太、柔術にするか。腕を垂れた。これが世界トップレベル。またフックが飛び込んでいこうとしました。要はこれって分かりやすくて、技巧派ってされる人、技術派とか理論派ってされる人って試合投げること多いんですよ。なぜかというと先が読めちゃうから。参りましたって言っちゃう。僕もそういう傾向あるじゃん。あるね。前の試合の負けたのは本当にが良かった。
今私のマインドとか練習とか全部が変わった、ね、多分その負けたの後はすごいもっと強くなった。今全然考え方もゲームメイクの仕方も全部変わってきて、コーチの戦略も全然やれるぞと思ってるんで、楽しみっす。絶対俺が負けると思ってるし、誰も多分想像してないと思うんですよ。ベルト巻きたい。ないじゃないですか。青木さんも言ってたけど、お前いくつだよって35でそんなチャンスなんて来ねえぞってUFC じゃない、ここが大事だよ。いやもうこれ俺スターになるんじゃない？あいたんじゃん。ガキ使うのあとなんかやるんですか？ネタ番組。そこ敵じゃないよ、紅白だから、敵は紅白手強いよ、歌合戦勝てんの？勝てるよだと紅白まだもうだから投げたらいいっすよね。嬉し泣き。今年は3試合目ですかね、大晦日で。アブロック入っていく、アブロック入っていく、アブロック対戦相手になんか語りかけるような試合を2試合してるな。はい、そうですね、今年はそうかもしれないです。本当にもちろんファンの人とかにもありますけど、対戦相手にもやっぱりこう向けてやってます。生半可にやってるやつが熱くんですよ。自分もやってるからって思ってます。仲いい悪いとか本当に関係なくて、やっぱ強い人とやりたいっていう。浜崎選手笑ってる、笑顔になってるよ。浜崎が笑ってる。うわ右届いた。浜崎やっぱり世界トップの選手だなと思うので、そこに勝ったら世界一っていう夢に一歩でも近づけるのかなって。ディープジュエルストロー級チャンピオンの伊沢聖華です。女子格闘技界の超新星がライジンでも暴れます。すごく元気に人を決めるのが大好きです。綺麗に決めてますもんね。うわ腕を取ったぞ、取ったぞ、取った。強い。若手の選手対ベテラントップ選手っていう構図で格の差を見せてね、勝ちたいですけど。寝技だったら私にも戦えるなって。伊沢さんもすごい決め強くてすごいいい選手ですけど、そこでもやっぱり違い見せるじゃないですけど、しっかり一本決めれる強さを見せたいなと思います。自分がその追い込まれた時、自分がどうなるんだろうっていうのを味わってみたいなって。うわ右届いた。いや浜崎の血を吹き出してる。自己満っていうか、チャンピオンらしくない試合したなってちょっと反省はしてるんですけど、好き放題試合やってきたんですけど、痛
てくれると安心するんですよね。あと藤井さん初心に戻るじゃないですけど、浜崎選手は断るだろうなと思ってました。このオファーはリスクしかない、リターンの少ない試合ですよね。でも浜崎が今回藤めぐをセコンドにつけるじゃないですか。そこに何かやっぱりこの試合を受けた浜崎の特別な女子格に対する思いというか、やっぱり自分が藤めぐから与えられた使命も含めて、やっぱり浜崎は伊沢選手のことを認めてるし、戦うことで彼女に伝えたいものがあるし、ここのオファーも天命だと思って受けたんでしょうね。やっぱりバトンをつないでいくために。今回もね守りに入ったら絶対面白くないんで、ガンガン攻めて、ね、盛り上げれればいいな。超新星としてこれからの女子格闘技を引っ張っていきたいと思って、総合格闘技のこうトップのレベルを肌で感じてほしいなとは思いますね。ちょっと傷口開いたらちょっと美容の方請求させていただきますんで、よろしくお願いします。やっぱり自分が今回試合に出れるっていうのは話題戦でこうやって出してもらえるんで、認められるアスリートにもならなきゃなっていうのはバチバチの面白い試合して、朝倉未来にケツ煽ったのかなと思ってますね。恨みっこなしの潰し合いやろうぜ。お願いしますって言ってたんですよ、彼が。1年1ヶ月前とは違う顔をしたような気がします。やってやろうじゃないかと思ってます。だから別に世間の評価を覆したいとかそういうの思ってないんですよ。俺はただ格闘家として斉藤選手とやりたいと思います。